僕は恐ろしさのあまり立ちすくんだ。あいつ、クローシェイの足取りを追っていると思うか？わからない。確かめてみるさ。そして僕が抗議する間もなく、彼は僕をくるりと引き返させた。僕がようやく声を出せた時には、彼はただ笑って、大胆な道こそ、いつだって安全な道なのだと囁くだけだった。だが、無茶だ。いや、そうじゃない。黙っていろ。そこにいるのはマッケンジー君かい。刑事は振り返り、鋭く僕たちを見定めた。ガス灯にかすむ霧越しに、僕は、その髪がこめかみのあたりで白くなり、顔がまだ死人のように土毛色をしているのに気づいた。危うく命取りになりかけた傷のせいだ。どちらさんで、こちらは存じませんが。と彼は言った。もうすっかり良くなられたのなら何よりです。と連れは言った。私はラフルズ。去年、ミルチェスターでお会いしました。これはまた、本当ですかな。とスコットランド人はぎくりとして叫んだ。あ、思い出しましたよ。あなたのお顔も、それからそちらの旦那もな。いやはや、あれはひどい一件でしたが、終わりは上々で、それが肝心なところで。生来の用心深さが、彼に戻ってきていた。ラフルズが僕の腕をつねった。ええ、見事な幕切れでした。あなたにとっては何でしたよね。と彼は言った。ところで、あの一味の頭目クローシェイとかいう男の脱獄はどうなんです？あれをどう思われますね。ましゃ、詳しいことは知りませんね。とスコットランド人は答えた。結構。とラフルズは叫んだ。あなたがまたあいつの足取りを追っているんじゃないかと、それだけが気がかりだったものですから。マッケンジーはそっけない笑みを浮かべてかぶりを振り、おやすみなさいと言った。ちょうどその時、見えない窓が一つ押し上げられ、霧を通して低く呼び子が吹かれた。これは見届けなくては。とラフルズが囁いた。こっちが少々好奇心を持つくらい、ごく当たり前のことさ。後を追え、急げ。そして僕たちは、刑事の後を追って、たった今出てきたのと同じ側、ピカデリーへ向かって左手の側の別の入り口へ入っていった。全く公然と、僕たちは彼の後を追った。そして階段の下で、この建物の門番の一人に出くわした。ラフルズは何事かと尋ねた。何でもありません、旦那。とその男はスラスラと言った。バカな。とラフルズは言った。あれは刑事のマッケンジーだ。今しがた話してきたばかりだぞ。何のためにここへ、さあ話したまえ。交代するだと言われているなら、君のことは漏らさないから。男は物言いたげな顔をした。聞き手を得たいという誘惑に、すっかり負けかけている。上階で扉が一つ閉まると、彼は陥落した。実はこういうわけで、と彼は囁いた。今日の昼下がり、ある紳士が部屋を借りにいらして、私が事務所へお通ししたんでさ、初期の一人が一緒に回って空き部屋を見せたところ、その紳士はちょうど今おまわりたちが上がってる部屋に、ことのほかご就寝で、そこで支配人を呼んでこいと書記をやったんでさ。二つ三つ話したいことがあるからとね。ところが二人が戻ってみると、あら不思議、紳士はいなくなっていて、失礼ながら、旦那、その方はこの建物から影も形もなく消えちまったんでさ。門番は目を輝かせて僕たちを見た。それで、とラフルズが言った。それで、旦那、みんなで探しに探したんですが、しまいに諦めまして、初期に祝儀をやりたくないんで、気が変わったんだろうと、それで建物を閉めて引き上げたわけで、それっきり、つい30分ばかり前まで何もなかったんでさ、私が支配人に勇敢のスターの号外をお持ちしたら、10分もしないうちに、書きつけを一通手にして駆け出してきて、辻馬車でスコットランドヤードまで届けてこいと、私に持たせたんでさ、私が知ってるのは、それだけです、旦那。嘘偽りなく、おまわりたちは今上にいて、刑事も、支配人もね、連中は、お目当ての紳士がまだこの辺りにいると思ってるんでさ、少なくとも、私はそう踏んでますが、そいつが何者で、何の用があるのかは、私にはわかりません。実に面白い。とラフルズは言った。ちょっと俺は行って聞いてみよう。北前バニー、何か面白いことがありそうだぞ。失礼ですが、ラフルズの旦那、
私のことは何もおっしゃらないでくださいよ。ゆももか。君はいいやつだ。これが面白い思考につながったら、恩は忘れんよ。思考か。と彼は踊り場にたどり着くなり囁いた。これは君と僕にとって、とびきりお粗末な思考になりそうだな。バニー。どうするつもりだ？わからない。考えている暇はない。まずは、これだ。そして彼は閉ざされた扉を呆然と叩いた。一人の警官が扉を開けた。ラフルズは警視総監さながらの態度でその脇をつかつかと通り過ぎ、僕は男が驚きから立ち直る前に後に続いた。むき出しの床板が足の下で鳴った。寝室では数人の警官が巡査の格闘を手に窓の桟の上にかがみ込んでいた。マッケンジーが真っ先に身を起こし、こちらを睨みつけて僕たちを迎えた。失礼だが、お前さん方何の用ですかな？と彼は言った。手を貸そうと言うんです。とラフルズはキビキビと言った。前にも一度手を貸しましたよ。残りの仲間を全員撃ったあの男をあなたから引き受けてしっかり取り押さえたのはここにいる僕の友人だ。それだけでも少なくとも彼にはどんな思考だろうと見物する資格があるはずでしょう。僕の方はとやらなるほどあなたを家まで運ぶのを手伝っただけですがね。それでも昔のよしみでどうかねえマッケンジーさん、せっかくの思考に僕たちも一枚噛ませていただきたいものです。どのみち僕自身はほんの数分しかいられませんが。では大して見るものはありませんぞ。と刑事はうなった。ここにはいないんだからな。巡査、お前は階段の下に立っていかなる事情があろうと他の者を一人たりとも荒れるな。この方々は結局のところ我々の役に立つかもしれん。ご親切にマッケンジーさん。とラフルズは温かく叫んだ。だが一体何事です？降りてくる途中で門番を捕まえて聞いたんですが何も聞き出せませんでした。誰かがこの部屋を見に来てそれきりその当人が姿を見せないということ以外はね。我々が追っている男でしてな。とマッケンジーは言った。この建物のどこかに身を潜めておる。わしの読みが大外れでなければな。ラフルズさん、あなたはオールバニにお住まいですかな？ええ。お部屋はここの近くで。一つ置いて隣の階段です。ついさっきそこを出たばかりで。ついさっきね。今後はずっとお部屋に。ずっとというわけでは。では、あなたのお部屋も捜索することになるかもしれませんぞ。わしはオールバニのどの部屋でも捜索する覚悟だ。我々の男はどうやら屋根伝いに逃げたらしい。だが、屋外に屋内より多くの跡を残していないか、あるいは上で当人を見つけられない限り、建物中を残らず家探しすることになりますな。鍵はお預けしておきましょう。とラフルズは即座に言った。僕は晩餐に出かけますが、下の警官に預けておきます。僕は無言の驚きに息を飲んだ。この狂った約束は一体何のつもりだ。それは身勝手で無用で自殺行為だった。あからさまな恐怖と嫌悪に思わず彼の袖を掴んだ。だが例の言葉を一つ残してマッケンジーはもう窓の桟へ戻っており、僕たちは誰にも見とがめられぬまま折りたたみ扉を抜けて隣の部屋へとそぞろ歩いた。ここの窓は中庭を見下ろしていた。窓はまだ開いていた。そしていかにも所在投げに外を眺めるふりをしながらラフルズが僕を安心させた。大丈夫だバニー。僕の言う通りにしてあとは僕に任せろ。際どい瀬戸際だが僕は絶望していない。君がやるべきはこの連中にぴったりついていることだ。とりわけ連中が僕の部屋を捜索するときはな、必要以上に引っかき回されては困る。君がそこにいれば連中もそうはしないだろう。だが君はどこにいるんだ。まさか僕一人を放り出してお縄にされるに任せるつもりじゃないだろうな。もしそうするとしてもそれは肝心な時に切り札を出すためさ。それに窓というものもあるし、クローシェは危ない橋を渡る男だ。僕を信じろバニー。長い付き合いじゃないか。もう行くのか。ぐずぐずしている暇はない。連中にぴったりついていろ。いいかい君。何があっても君が疑われるようなことだけはするな。彼の手がひととき僕の肩に置かれた。それから彼は僕を窓辺に残して部屋を横切っていった。もう行かなくてはなりません。と彼が言うのが聞こえた。ですが、友人が残って最後まで見届けます。
僕は部屋のガス灯をつけたままにして、鍵は下の13に預けておきますよ。ご公務をマッケンジー、いられないのが残念です。さようなら旦那。と気もそそろの声が返ってきた。いろいろとかたじけない。マッケンジーはなおも窓辺で忙しく立ち働き、僕は僕の窓辺にとどまっていた。ラフルズとその尽きせぬ才覚を知り尽くしてはいても、入り混じった恐怖と憤りの餌食になっていた。今では僕も、どんな急場でもラフルズがどう動くか、おおよそはわかるつもりでいた。少なくとも、抜け目なさと大胆さを兼ね備えた、彼ならではの一手は見当がついた。自分の部屋へ戻り、クローシェイに用心を促し、それからあいつを隠すのか。いや、窓というものがある。では、なぜ僕たちみんなを見捨てようとしているのか。僕はあれこれ思い巡らした。そして最後に、辻馬車に思い至った。この寝室の窓は、狭い横丁を見下ろしていた。さほど高くはない。そこから人が、辻馬車の屋根の上へ飛び降りられる。それも、馬車が通り過ぎるその瞬間に、そして、警官たちの鼻先をかすめて走り去れるのだ。僕は思い描いた。霧の夜に紛れ、見分けもつかぬまま、ラフルズがその辻馬車を御している姿を。その幻は、彼が自分の部屋へ向かう途中、窓の下を通り過ぎ、あの立派なドライビングコートの襟を立てるのを目にした時に、奥に訪れた。そして、彼が引き返してきて立ち止まり、巡査に鍵を手渡した時も、その幻はまだ僕につきまとっていた。奴の足取りをつかみましたぞ。と背後で声がした。間違いなく屋根伝いに上がっておる。もっとも、あの窓からどうやってやってのけたのか、わしにはさっぱりでせんがね。ここは施錠して屋根裏部屋からの眺めを試してみることにしますわい。だからその気があるならあなたも一緒に来なさるといい。オールバニの最上階は他のどこともご多分に漏れず使用人にあてがわれていた。小さな台所と小部屋の寄せ集めで多くの者が物置として使っていた。そしてその多くの一人がラフルズだった。今度の場合、その付属の小部屋はもちろん下の部屋と同じく空っぽだった。それが幸いした。何しろ僕たちでいっぱいになってしまったのだから。そこへ今度は支配人が加わり、おまけに彼が連れてきたもう一人の住人まで詰めかけてマッケンジーをあからさまに苛立たせた。いっそピカデリー中頭割り1クラウンで入れたらどうだ。と彼は言った。おいお前、人数を1人減らすために屋根へ出ろ。警棒を手元に用意しておけよ。僕たちは小さな窓に群がった。マッケンジーは念入りにその窓を塞いだ。1分の間、すすけた石板の上を踏みしめ、滑りゆく巡査の靴音の他には何の物音も上がってこなかった。やがて叫び声がした。どうした？とマッケンジーが叫んだ。ロープです。と声が聞こえた。鍵で遠いから垂れ下がっています。ショック。とマッケンジーは満足げに喉を鳴らした。あれで下から上がってきたんですな。伸縮式の棒か何かを使ってやったんだろうが、わしはついぞ思いつかなんだ。ロープの長さはどれくらいだ、おい。ごく短いです。今、手にしました。窓の上に垂れていたか、それを聞いてくれ。と支配人が叫んだ。胸壁から身を乗り出せば見えるはずだ。その問いをマッケンジーが繰り返した。一呼吸置いて。ええ、垂れていました。窓いくつ分向こうか聞いてくれ。と支配人が興奮して叫んだ。6つだそうで。と、次の瞬間マッケンジーは言い、頭と肩を引っ込めた。1つ、その窓6つ分向こうの部屋を見てみたいものですな。ラフルズさんですな。と支配人が頭の中で計算して告げた。これは本当ですかな。とマッケンジーは叫んだ。では、わけはありません。下にあの方の鍵を預かっておりますからな。その言葉には何やらそっけない、思案ありげな抑揚があった。そんな折にもかかわらず、僕にはそれが気に障った。まるで、この富豪がすでに、スコットランド人の頭の中で、何かそれ以上のものとして引っかかり始めたかのようだった。ラフルズさんはどこに？と、僕たちが皆階段を降りていくとき、支配人が尋ねた。暗算に出かけられましたよ。とマッケンジーは言った。確かですか？出ていくのを見ました。と僕は言った。心臓が恐ろしいほど打っていた。これ以上は口を聞くまいと自分を信じられなかった。だが僕は
なんとかこの小さな行列の先頭近くに割り込み、実のところ我が人生のルビコン川であったあの敷居を越えた2番目の男となった。そうしながら僕は痛みの叫びを上げた。マッケンジーが僕のつま先をしたたかに踏み返したのだ。次の瞬間、僕はその理由を見た。そしてそれを見てまた別のもっと大きな叫びを上げた。一人の男が暖炉の前で仰向けに長々と倒れていた。白い額に小さな傷があり、血が目に流れ込んでいる。そしてその男は他ならぬラフルズ自身だった。自殺だな。とマッケンジーは冷静に言った。いや、ここに皮下希望がある。殺しの方らし彼は膝をつき、至って機嫌よくかぶりを振った。い。いや、殺しでさえないな。と淡々とした声に一抹の失望の色をにじませて言う。これはかすり傷以上のものじゃない。これで倒れたのかどうかも怪しいものだ。だが諸君、この御仁はトントンクロロホルムの匂いがしますぞ。彼は立ち上がり、鋭い灰色の目を僕に据えた。僕の目は涙でいっぱいだったが、恥じることなく彼を正面から見返した。あなたはこの御仁が出ていくのを見たと言いましたな。と彼は厳しく言った。あの長いドライビングコートを見たんです。当然その中身は彼だと思いましたよ。それに、わしも、鍵を渡してきたのは同じ御仁だと誓ってもよかったんだが。それは背後にいた巡査の意気消沈した声だった。マッケンジーは唇まで青ざめてその巡査に向き直った。お前たち警官の中には何だって信じ込む奴がいるな。と彼は言った。貴様の番号は何だ、脳なしめ。P34 だと。この件についてはいずれまた話を聞くことになるぞ。P34 君、もしあの御仁が死んでいたら、こうして話しているうちに正気づいたからいいようなものの、貴様がどうなっていたかわかるか。過失致死の罪人だ。このボタン付き制服を着た間抜けめ、貴様が誰を取り逃がしたか分かっているのか。この不器用書、クロージェだぞ。他でもない、昨日ダートムアを破った男だ。貴様をこの世に生み出した神に誓って言うが、P34、もしあいつを取り逃がしたら、貴様を警察から追い出してやるからな。引きつる顔、震える拳、燃え立つ冷静な男。それは僕の知らないマッケンジーの一面で、心に刻み、噛み締めておくべきものだった。次の瞬間、彼は荒々しく僕たちの間から飛び出していった。自分で自分の頭を割るのはなかなか難しい。とラフルズは後で言った。自分の喉をかき切る方がよほどたやすいさ。クロロホルムは話が別だ。人に使ったことがあれば適量がきっちりわかるからね。それで僕が本当に死んだと思ったかい。かわいそうなバニー。だがマッケンジーが君の顔を見ていてくれたといいんだがね。見ていたよ。と僕は言った。とはいえ、マッケンジーが見たに違いないものを何もかも彼に話す気にはなれなかった。それは結構、あれを見逃されては何があっても困るところだった。それと僕を非道な奴だと思わないでくれ。いいかい君。僕はあの男が怖いんだ。それに分かっているだろう。僕たちは浮くも沈むも一連卓勝なんだからな。そして今やクローシェイとも浮き沈みを共にすることになったわけだ。と僕は浮かない顔で言った。いや、それはない。とラフルズは確信を込めて言った。クローシーは根っからのスポーツマンだ。僕たちがあいつにしてやったように、あいつも僕たちにしてくれるさ。それに、これで貸し借りなしになった。それにバニー、僕たちはもうクローとレンチを相手にすることはないと思うよ。